こんにちは、アリスチャンネルです。今回は妖怪変化、京極夏彦先生の作品を豪華執筆陣が小説や漫画にアレンジして表現しています。この中から西尾維新先生がトリビュートしたそっくりをご紹介します。とても不思議で考えさせられる内容になっています。早速ご紹介していきましょう。大学の講義を受けている最中に届いたメールは、祖父が亡くなったという知らせだった。それについてどんな考えを抱くよりも先に、このような知らせもメールで届く時代かと僕はそんなことを思ったものだ。もっともそれを寂しいとか物足りないとか思ったわけではなく、これから先はこれが当たり前のことになるのだろうと、なんとなくそんな未来を予想したというだけのことである。授業が終わってから忙しいから葬儀には参加できない旨を記した文章を作成し、父親へ返信した。うまいお悔やみの言葉を思いつかなかったので、ひどく簡単な内容のメールになってしまったが、しかし悲しくなかったわけではない。携帯でのメールゆえに読んで字のごとく片手間に済んでしまったが、そういうことではないのだ。父親に対してメールを打つのが久しぶりなので、変に緊張してしまったこともあるが、そういうことではない。ただ、悲しみ方がよくわからなかったのだ。思い起こしてみれば、子供の頃はよく遊んでもらった祖父である。この年になって言うのは少々気恥ずかしいものがあるが、僕は子供心にあの祖父のことをとても尊敬していたし、それ以上に大好きだった。父よりも母よりも。一族の中で変わり者扱いされていたあの祖父が大好きだった。僕の人格はあの祖父によって形成されたと言っても過言ではない。だから、そんな祖父が亡くなったというその事実を僕は受け止めきれないのかもしれない。無論忙しいというのは嘘ではないし、葬儀に参加したいという気持ちはあったのだが、一方でそれを頑くなに拒否したいと思う自分も認めなければならない。祖父の死を認めたくないのだろうか。それは自分の中身を失うようなものだから。自分自身を失うようなものだから。いや、それはどこか偽善的な物言いだ。いい子であろうとしている。中学生になったあたりから夏休みになっても田舎に帰ることは少なくなって、高校生になる頃には盆や正月さえ友達と過ごすようになった。大学生になって一人暮らしを始めてからは実家にさえ帰っていない。言わんや祖父の住むあの村をや。祖父はあの村のあの家で一人亡くなったのだろうか。あるいはそんな僕だから時代も何も関係なく祖父が亡くなった知らせもメールで届いてしまうのかもしれないけれど、そんな風に悶々とした気持ちを抱えたまま、僕は次の講義を受け、サークル活動に参加し、自転車に乗って一人暮らしをしている学生用マンションへ帰ったのだった。いつも通りの行動、ルーチンワークのようにいつも通りの行動をすることが、まるで何かに対する免罪符となるとでも思っているかのごとく、何一つ特別な行動を起こすことなく帰ったのだった。郵便受けの中に一通の封筒が入っていた。どうせ広告しか入っていないだろうと高をくくっていたところだったので、封筒の存在そのものに驚いたが、差出人の名前を見てさらに驚くことになった。それは祖父からの手紙だった。親愛なる孫へ、私はこの懺悔の手紙を誰に当てるべきなのか、正直最後の最後まで迷った。いや、そもそもこのような手紙をしたためるべきなのかどうか、そのあたりから私は躊躇している。あるいは私は、この手紙を書き終えた後に廃棄するかもしれない。書いただけで気が済んで、何かが許された気になって、すべてにけりがついたように錯覚し、破り捨ててしまうかもしれない。破り捨てないにせよ、投函することはないかもしれない。その場合、
誰かに発見されることがあったとしても、お前がこの文章を目にすることはないわけだが、仮に今お前がこの文章を読んでいるのならば、どうかこの度胸のない祖父を大いに笑ってやってほしい。考えてみれば、お前とも随分会っていない。きっと私はこのままお前と会うことなく、向こうへと行く運びになるだろう。自分の死期は自分が一番よくわかっている。それを思うと少し寂しい。死ぬのが寂しいのではない。死ぬと分かってしまうことが寂しい。だからこそ私はこうしてお前に当てて筆を取ったのかもしれない。しかし本当は誰でもよかったのだ。私はこの手紙を出せるのなら相手は誰でもよかった。たまたま最初に思いついたのがお前だっただけである。そこに何か確たる理由があるのならばまだ良いのだが、私にはその理由を思いつくことはできない。本当にたまたまとしか言えない。だからかような懺悔を託すのは若いお前にとって負担にしかならないかもしれないが、もし重すぎると思うのならば、猛録した老人の悪質な冗談だと一生に付してくれればいい。勘弁してほしい。墓の中にまで持っていくには、私にとってこの秘密は重すぎるのだ。50年以上も抱えてきたのだ。抱えるのにも背負うのにも限界はある。そろそろ手放してもいい頃合いだろう。さて、どこから話したものか。あの日のことはほぼ毎日のように繰り返し思い出してきたから。むしろ現実に起こった時以上に明確に記憶しているけど、それでもどこか夢心地だ。今の気分は嘘をつく時の気分にとても似ている。ほのかな罪悪感と密かな背徳感。起こったことをそのまま話そう。私はあの日、いつものように家に帰ったつもりだった。家というのは、お前も覚えているだろう。今もこうして私が住んでいる。そして私が死にゆくであろう、この村の、この家のことである。50年以上前の当時、この村の様子がどうだったのかと問われれば、今と何ら変わらないと、そんな風に答えることができるだろう。お前のような若者にはまだわからないかもしれないが、私は今となってはそんな事実が何よりも嬉しい。結局、私の拠り所はそれくらいしかないからだ。この村がこの村であるということ。私にとって唯一の拠り所だ。お前が住んでいるという町は変化することこそが美徳で、速度以上の価値観はないのだろうが、いや、それを決して悪いと批判するつもりはないが、それに比べてまるで時計が進んでいないかのように何も変わらないこの村のことが、私はとても愛おしい。話がそれた。老人の思い出話はこれだから良くない。しかし思い出してみれば、そもそもその最初の時点からおかしいといえばおかしかったのだ。私はその時、村の外から村の中へと帰ってきたのだから。そんなことは普通だと思うかもしれない。しかし違うのだ。村というものはそれだけで閉じている。村同士のつながりなど言葉の上では存在しても言葉の下では存在しない。特に当時みそじすぎだった私は平凡な一村人であって、家と畑を往復するだけが役割の人間であり、村の外に出る理由は一つとしてなかったのだ。村の外に出た回数など数えるほどだったし、そもそも数えたことなどなかった。しかし、私はその日、はっきりと村の外から帰ってきたのである。そのこと自体に何の疑問も抱かず、不自然にも違和感にも思わず、ごく当たり前に帰ってきた。
私が疑念らしきものを持ったのは家に帰った直後のことである。妻が私を出迎えたのだ。妻、つまりお前にとっては祖母にあたる。彼女はあまり子供の面倒を見るのが好きでなかったから、お前にとってはあまり良い印象のない女性だったかもしれない。そもそもさほど遊んでもらった覚えもないだろう。覚えていても顔くらいではないか。あるいはその方がいいのかもしれないが。ただ、当然のことながら、当時の私が30過ぎであったように、当時の彼女も老婆ではなく、まだ20代の女性だった。そのつもりで続きを読んでほしい。お帰りなさい。今日は随分と早いのですね。忘れ物でもされましたか？妻はそう言った。言われて初めて、私はまだ日も暮れていないことに気づいた。早上がりどころか、妻の言う通り、忘れ物を取りに帰ってきたと思われても仕方のないような時刻だった。どうして私はこんな時間に家に戻ったのだろう。忘れ物などした覚えはない。それに、今の今まで、私はいつも通りに仕事を終えて帰ってきたつもりでいたのである。妻から言われるまで、まるでそんなことを疑問には思っていなかった。日の高さなど気にもしなかった。村の外から帰ってきたのと同様、疑問に思っていなかった。それに手ぶらじゃありませんか？続けて妻は言った。荷物はどうされたのです？私は答えることができなかった。荷物。畑仕事に出かけたのなら、それ相応の荷物を手にしていなければおかしい。なのに私は手ぶらだった。不自然である。いや、不自然以上だ。わからなかった。いや、そもそも私は畑仕事になど出かけたのだろうか。記憶が曖昧だった。確かに今朝家を出たような気がする。村の中の畑にたどり着いたと思う。精魂込めて土をこねたはずだった。そしてこうして帰ってきたつもりである。しかしその記憶は甚だぼうようとしていた。まるで泥水の中に手を突っ込んでいるようなものだった。こうして手ぶらで帰ってきた以上、持って出たはずの荷物は畑に忘れてきてしまったのだと判断するのが正当なのだろうけど、しかしそう判断するのにはいささかのためらいを覚えた。そうではないと思う。しかし、ならばどうなのだと聞かれれば、答えることはできそうもない。妻は、そんな私にとどめを刺すように言った。どこかで着替えられたのですか？そんな柄の服、お前様は持っていなかったように思いますが。とどめを刺すように、そう言った。それもまた、言われて気づく。私は、全く見覚えのない服を着ていた。いや、見覚えがないどころか、まるで私の趣味でない。私が私であるならば、まず袖を通さないであろう、そんな柄の服を着ていたのだ。趣味云々を差し引いても、畑仕事にふさわしい格好とは言えない。そういう視点で見れば、服のみならず、私の格好すべてがおかしいようにも思えた。どうにもこうにもちぐはぐで、違和感。そう、違和感があった。妻は私からの答えを待っているようだった。疑問に対する答えを求めているようだった。だが私にそんなことがわかるはずもない。むしろ私の方が教えてほしいくらいだった。結局私はこう言うにとどめた。気のせいだろう。こういうこともある。何かの間違いだ。苦し紛れのようにそう言って、妻の顔を改めて見たとき、私はその時こそ明瞭に違和感を覚えたのだった。違和感を超えた違和感のようなもの、不自然以上のもの、不思議だと感じたのだった。
どうかされましたか？妻はそんな私を不審がるように聞いてきたが、それに答えることもまたできなかった。何一つ答えることができなかった。その時の私の脳裏には、全く次元の違う疑問が浮かんでいたからだ。この女は、確かに私の妻なのであろうか。僕はそこまで読んで一旦手を止めた。考えてみれば、こんな風にじっくりと祖父の字を見るのは初めてかもしれない。僕には書道の心得はないけれど、毛筆で書かれたらしいその文字は、かなりの達筆であるように思われた。僕とは大違いだ。そう、手紙の内容である。達筆であることは間違いないにせよ、それ以外の点においては、どうにも要領を得ない内容だった。字が綺麗であるだけに、その要領の得なさが際立つと言っていい。いや、内容が要領を得ないからこそ、知らず字のうまさの方に関心がいってしまったのかもしれないが、ともかく思い出話なのかといえばそうでもないし、まして遺言書といったような趣でもない。そもそも成人したばかりの孫に遺言書を残す理由があるとも思えない。冒頭に懺悔の2文字があったが、しかし今のところそんな内容につながるような手紙だとも思われなかった。察するに己の死期を察した祖父が最後に記した手紙ということになるのだろう。だとしたら、この手紙を遺言書と表現することには誤りはないのだろうけど、しかしどうしてその相手が僕なのか。たまたまと書いてあるが、本当に理由はないのだろうか。僕の一族はそれほどの人数がいない。確か祖父にとって僕は唯一の孫だったはずだ。僕が祖父を慕っていたように、祖父も僕を可愛がってくれたというのがおおよその真相なのだろうが、だからといって最近は露骨に疎遠になっていった僕である。手紙の中に祖母についての記述もあった。その通り、僕は祖母については顔くらいしか覚えていない。特に冷たくされたというほどではないが、しかし祖父ほどに可愛がられた覚えはない。が、その方がいいのかもしれないとはどういう意味だろう。それに、確かに私の妻なのであろうかとはどういう意味だ。思わず手を止めてしまうほどにインパクトのある言葉だった。奇妙な凄みのある言葉だった。手紙にはまだ先がある。それらの疑問はこれから解消されるのかもしれない。いや、きっとこれはそのための手紙なのだろう。僕はとりあえず祖父からの手紙を読み進めることにした。お前は今一人暮らしをしていると聞く。それは私がお前くらいの年齢の頃にはまずありえなかったと断言していい環境だ。家族とはいわば自分自身である。一個の生命体であり、それから切り離されることは、すなわちそのまま家族との別れを意味したからだ。離れても関係が継続する環境などあるはずもないものだった。離れたら終わる。そこで関係性は切れる。それが家族だった。もっとも、そんな陳腐な価値観は、あの日、私の中で吹き飛んで、そして消し飛んでしまったのだが、時間の流れ、時代の移り変わりといえばそれまでだ。それにあがらうことに意味などない。実際、息子夫婦が村を出て、妻が亡くなって久しい今となっては、この私もまた、お前と同様に一人暮らしをしているのだから。そのあたりについて何を言ったところで、説得力のかけらもないだろう。だが、それは置いておこう。当時の私の話だ。当時の私は、妻と幼い息子、それに私の父と母、これに私を加え、5人家族で日々を暮らしていた。
お前も来たことのあるさほど広くもないこの家に5人でひしめき合うようにして膝を突き合わせ暮らしていたのだ。私の父と母、これはお前にとっては曽祖父と曽祖母にあたるが、お前は会ったことはおるか、話に聞いたことさえないだろうこの二人のことについて詳細を語ったところでさして意味はあるまい。だからそういう人たちがいたということだけここでは記しておくことにする。息子、これは当然お前の父親ということだ。私や妻に若かった頃があるよ。お前の父親にもまた若かった、幼かった頃があるのだ。聞いたところ、お前は今父親とはあまり仲が良くないそうだが、あいつにもそういう年頃があったということは分かっておいてやってほしい。説教臭いことを言うのがこの手紙の目的ではないが、あいつは間違いなくお前の父親なのだから分かっておいてやってほしい。私は本心からそう思うのだ。ともかく妻、父、母、子、私以外の4人。私はこの4人について同じように思ったのだ。すなわち、この人たちは確かに私の家族なのであろうか。この妻は本当に妻なのか。私は疑問に思ってしまったのだ。どうしてそんなことを思ってしまったのかわからない。今になって冷静に思うなら、その時の私は、それよりもまずどうして自分が村の外から帰ってきたのか。なぜ手ぶらで帰ってきたのか。なぜ趣味ではない服を着ていたのか。それらの問題の方を考えるべきだったろう。しかし、そんな風には思わなかった。村の外から帰ってきたことについては、未だ気づいてさえいなかったのだ。そんなことよりも、私は彼らに違和感を感じていた。そして不思議を感じていた。どうしようもなく感じていた。まるで知らない他人を相手にしているようだった。具体的な材料があったわけではない。例えば、この女は私の妻ではないのかもしれない。と、そんな風に思った理由が核としてあったわけではない。むしろ、そう思いながら話してみても、妻はどこまでも妻だった。両親がどこまでも両親であったように、息子がどこまでも息子であったように、家族はどこまでも家族だった。しかし、それでも私の疑念は取り払われることはなかった。ちぐはぐなのに理にかなっているような、間違っているはずの計算の辻褄があったような、そんな疑念は取り払われることはなかった。彼ら家族の一挙手一投足が、強いて言うなら全ての理由だった。私は彼らの全てに、彼らが彼らであることに不快さえ覚えた。1時間も持たなかった。私はまるで他人のようにしか思えなくなってしまった家族を置き去りにするよう、仕事に戻ると言い捨てて家を出たのだった。すでに体を悪くしていた父母はもちろん、幼い子供の面倒を見なければならない妻も私を追ってくることはなかった。彼らにしてみれば私の方がおかしいのだろう。私にこそ違和感を覚えていることだろう。確かにおかしいのは私だった。行動から言動に至るまで普段と違うのは私の方であり、彼らはどこまでも彼らであり、おかしいのは私だった。50年以上経った今から振り返ってみれば言うに及ばず。そんなことは当時の私でも分かっていた。仕事の疲れが出たのだろうか。確かに私は疲れていた。しかし、よく考えてみれば、これは畑仕事の疲れではないように思えた。腕も腰もまるで平気である。ただ、足だけが棒のようだ。
まるで遠く離れた場所からはるばるこの村へ戻ってきたかのような。バカな。そんなことがあるわけない。私は強引にそう思った。無理やり自分の中の疑念をねじ伏せるように。ここに至ってもまだ私は自分が村の外から帰ってきたことに気づいていなかったのだ。いや、それを認めようとしていなかったのだ。それを認めることが何かの崩壊につながるような気がして。だが、物事はすでに崩壊していたのだ。崩壊はすでに終了していた。この時間は結局私がそれに気づくまでの猶予でしかなかったのである。私は畑には向かわなかった。なぜかその方向へは足が向かなかった。あるいは私は心の深層のところで深層に気づいてしまっていて、少しでもその時間を先延ばしにしようとしていたのかもしれなかった。私は家の裏の丘に登った。村を一望できる丘。幼いお前をよく連れて行ってやった。あの丘だ。しかしどうしたらよいものかもわからず、その場をうろうろと歩き続けたのだった。まるで思春期の子供だとお前は思うだろう。当時の私もそう思った。30を過ぎて恥ずかしいと。自分を取り巻く環境に疑問を覚えるなど、考えてみれば誰もが普通に経験することである。思い起こしてみれば、14や15の頃、私は今と同じようなことを感じていた。そんな風に自分を納得させようとした。自分の存在する環境に満足する者などいない。隣の芝生は青く見えるものだ。どんなに憧れたものであれ、それが自分のものとなった途端、色あせて見えるものだ。欲しいものは手に入らないから欲しいのだ。だからこそ、自分を取り巻く環境に不満や違和感を覚えてしまうものだろう。恩がある父や母、世話をかけている妻や可愛い息子を自分とは関係のないもののように思えてしまうことならばあるのかもしれない。しかし、それこそ思春期の子供ならばまだしも、それは30過ぎの大人が抱いていいような感情ではないだろう。私は自分自身が恥ずかしくなってしまった。仕事に戻ろう。やはり疲れているのだ。一晩寝ればすぐにこんな気持ちはなくなってしまう。そんな風に思った。無理やりにではあったが、自分を納得させることに成功しかかった。その時であった。どうかされましたかと、力強い声が背後からかけられた。私は驚いて振り向いた。そこには一人の男が立っていた。年齢の読み取れない風貌の男だったが、それでも無理に推定するならば50歳前後だろうか。しかし、精悍で意志の強そうな視線を持つ男だった。白い一重に黒い袴、和服に不似合いな古びたトランクを手にしていた。何かお悩みのようですが。私は戸惑った。いや、戸惑ったのではない。それどころではない。その時ただ目があっただけで、その男に私は飲まれてしまったのだろう。目を合わせてはならなかったのだ。一瞬で私はありとあらゆる選択肢を剥奪されてしまっていた。村の人間ではない。お前も知っての通り、この村はそう規模の大きい村ではないし、知らない村人など、そもそも存在するわけもないのだ。異質なものが入ればすぐにわかる。そして、この男は確実に異質だった。いや、異質という言葉では収まりきらない。その男は、それほど確実に違ったのだ。
郷土史家だというその男は、堂島政権と名乗った。思春期の子供というくだりを読む段になって、僕は身につまされるような思いをすることになった。確かにその通りだと、そんな風に思わされてしまったからだ。僕もそうである。自身を取り巻く環境に違和感を覚える。まるで自分にふさわしくない環境のように思わされるとでも言うのだろうか。環境さえ整っていれば、自分はもっと自分らしくあるはずだ。そんな感情。よくあるといえばよくある。よく聞くといえばよく聞く。そんな話だ。僕の場合は、本当は自分はこの家の子供ではないと、奇妙なほどに強い確信を持って、そんな風に考えていた。中学に上がったばかりの頃だったと思う。自分はどこかの大富豪の息子で、そんな詮ない妄想に胸を膨らませていた。もちろん妄想は妄想である。僕の両親は間違いなく僕の両親であり、他の誰でもなかった。ただ、闇雲にそれを否定したいと思う。そんな年頃は誰にでもある。しかし、そうは言っても、それが祖父の時代、50年前からまるで伝統のようにあった常識だというのは少しばかり意外ではあった。どの時代であれ、思春期は思春期か。いや、祖父の場合は現在を踏まえた上で50年前を振り返る形だから、より一層そんな風に思うのかもしれない。僕の人生の4倍近い年月を暮らしている祖父の心中など、推し量れるはずもないのだが。それでも、祖父が15の頃だというならまだしも、30過ぎの頃にそんな考えにとらわれたというのは、確かにおかしな話だと思う。妻だけではなく、家族全員が疑わしいなど、いくら疲れていたところで、そんなことがあり得るだろうか。それとも、そういう時は、芋づる式に全てが疑わしくなってしまうものなのだろうか。それにしては、家族以外の村人に対する記述はないけれど、どうして自分の家族が自分の家族なのかわからなくなったのだろうか。いや、その妻のことを僕の祖母だと紹介した以上、この話が家庭の崩壊へとつながったわけではないのだろうが、それに突然現れたというその怪しげな男は一体何者なのだろう。僕は手紙を読み進める。すでに半分以上読み終えている。残りにはどんなことが書かれているのか。僕は次第にその内容に引き込まれていた。そして僕は祖父の罪を知ることになる。祖父が決して変わり者などではなかったことを知るのだった。知りたいですかと、その男、堂島は言った。飲むような視線で、張りのある声で。さりげなく、確実に、心の隙間に入り込むようにそう言った。目で私の胸を刺し、声で私の体を包む。すでに自分が取り返しのつかないところに踏み込んでしまったことを自覚しながらも、首を横に振るのが正しい選択だと明らかに分かりきっているにもかかわらず、知りたいです。そう答えていた。知りたいですか？困りましたね。堂島は自分から振っておきながら、本当に困っているかのように、しかし楽しそうに、そんな風に肩を揺らした。知らなければその方が幸せだというのに。知らない方が幸せですか？私は事の次第を堂島に話し終えていた。いや、話したというのは正確ではないかもしれない。聞き出されていたというのが正しい。私はすべてのことを堂島に話し終えていた。少なくとも私はこの男を警戒していたはずなのに、気づけばこうして向かい合って言葉を交わし合っていた。堂島はこう言った。知らない方が幸せですよ。いや、そもそもすべての不幸は知ることから始まると言っていい。ある存在を知らなければ、その存在に対する評価は生まれない。つまり幸福も不幸もあったものではない。
ならば少なくとも不幸ではない。となると、それは幸せと同じ価値なのではありませんか？しかし、それはただの理屈であるように思われた。現実は言葉通りにはならない。言葉の上ではそうであっても、言葉の下ではそうではない。そのはずだ。その通りですよ。そんな風に堂島は笑った。全くその通りです。言葉はただの言葉です。が、言葉以上のものがあるかといえば、これはかなり疑わしい。言葉に下などありません。ある存在があったとして、名前がなければその存在を呼ぶことはできないでしょう。名前を呼べないのなら、その存在は存在しないのと同じです。例えば、あなたの奥方。あなたは彼女が彼女であることに違和感を覚えている。還元すれば、彼女は彼女ではないのではないかと思い始めている。彼女の存在を疑い始めている。そうですね。畳みかけるような話術で、堂島は私の目を覗き込む。そうです。と私はうなずいていた。事実その通りだったからだ。すると堂島は、しかし、だとするならば、あなたは何をもって、あなたの奥方をあなたの奥方だと判断しているのですか？それは根源的な疑問だった。当たり前すぎて、答えが見つからないほどの。今まで私は、違和感を感じる妻について、どこがいつもと違うのだろうとばかり考えていた。が、どうだろう。そもそも妻らしさとは何だろう。いつもの妻とは何だろう。いつも通りと思っていながら、そのいつも通りが何なのか、私はすぐに答えることができなかった。堂島は、なるほど、奥方がいつもと違う気がする。これは確かに不思議でしょう。しかし、逆に奥方がいつもと同じであること。これも不思議といえば不思議だ。不思議。私は堂島の言葉を繰り返した。感じていた言葉だ。ええ、この世には不思議でないことなどないのですよ。勘違いしないでください。私は何も哲学的な意味合いを込めてあなたにそう問うたわけではないのです。要は、ある人間のその人間らしさとは何なのか、そこを知りたいのですよ。例えば、あなたならあなたらしさとは何なのか。堂島は笑顔を作ってそう詰め寄る。今でも鮮明に思い出せるほどに、それは嫌な笑顔だった。楽しくて楽しくて仕方がないというような、私の困惑する様子を心底喜んでいるような、そんな嫌な笑顔だった。外見なのか、それとも中身なのか。外見、中身。堂島の言葉が私の中で響く。表面上の意味とは違う概念となって渦巻く。毒のように渦巻く。曰く、人は外見ではなく中身だという。その人格にこそ、その人間の本質は宿るという考え方です。一方で、人は人付き合いにおいて外見こそを重んじる。その装飾によって人を判断し、自らの価値を高めんと、まるでクジャクのごとく、躍起になって己を着飾る。これは矛盾していますよね。堂島はその言葉を、まるで許せないものであるかのように言い捨てた。あなたの奥方の話に戻れば、あなたはあなたの奥方の外見に惹かれたのか、それとも中身に惹かれたのか。逆に、あなたの奥方はあなたの外見に惹かれたのか、それとも中身に惹かれたのか。知りたいとは思いませんか？外見が中身を作るのか、中身が外見を作るのか、人格が器を作るのか、器が人格を作るのか。それを確かめてみたいと思いませんか？確かめてみたいのだろうか。郷土史家だというこの男。考えてみればその肩書きも怪しいが、本名さえも怪しいが、堂島は確かめてみたいのだろうか。そう問い返すと、
ええ、だからこれはゲームなのですよ。いや、実験かな。実験？実を言いますと、私は以前大規模なゲームを主催したことがありましたね。これは言うなればそのゲームの余興ですよ。ゲームの？しかも余興だと？おかしなことを言う、と思った。そんな言い方をすれば、まるで堂島こそが、この奇妙な状況を招いた張本人のようではないか。私は冗談めかしてそう指摘したが、堂島は楽しそうに、いやらしく笑うだけ、否定も肯定もしなかった。そして、ごく稀にあなたのような人がいるのですよ。と言った。体質なのか、それとも確率的な問題なのか、特に確たる理由もなく、突然我に返ってしまう人が。我に返る。まあそんな場合においても、術をかけ直せばいいだけの話なのですが、これはこれでとても貴重なサンプルですからね、少し話を聞かせてもらおうと思いました。サンプル。その言葉からは、人を人とも思わぬ堂島の人間性が垣間見えたような気がしたが、すでに私は飲まれてしまっていた。逃げ出そうという発想はそもそも生まれない。そんな選択肢は剥奪されている。術というその浮世離れした言葉に疑問を挟むことさえできない。ただ、堂島の言葉を受け取るだけである。知らない方が幸せなのでしょうが、知りたいというならお教えしましょう。隣村といってもこの村からはかなり遠く離れているのですが、それでも隣村は隣村です。この村と同規模の村ですがね、そこにある一家の家族が暮らしています。そんな取り留めのないところから堂島は説明する。隣村。村同士のつながりなど、言葉の上では存在しても、言葉の下では存在しない。いや、言葉に下はないのだったか。それがどうしたのかと聞こうとした私を制するように。その家族は5人家族です。と堂島は言った。老いた父と母、その2人の30過ぎの息子、その息子の妻、そして幼い孫の5人家族です。そう、それは私の家族だ。私の言葉に堂島は、いいえ、あなたの家族ではありませんよ。あくまでも隣村の家族です。構成人数が同じであること、構成形態が同じであること、個人個人の年齢が比較的近いことも、ただの偶然です。そんな偶然の一致があるものなのか。あるとすれば、それは不思議ではないのか。不思議ですね。つながりのないはずの村同士で、そんな偶然の一致があるとすれば、これは確かに不思議だ。しかしこうも考えられるでしょう。そんな偶然の一致がない方が不思議だと。この世にたくさんの家族がある中、一つの家族と一つの家族が村を隔てて一致することくらいない方がおかしいのだと。まあいずれそれはそれだけでは面白くもなんともない。ただの不思議ですよ。たまたま私たちがそれに気づいたというだけのことに過ぎません。それでは楽しくないでしょう。だから楽しいゲームをしようと思ったのです。余興です。余興。その言葉を強調するように堂島は言って、そして事の真相を明らかにした。ゲーム、そして実験の真相を。と言っても、それほど込み入った話ではなかった。むしろ、彼らがやったことは非常に簡単なことだった。単純明快と言ってもいい。つながりがないのならつなげてしまえばよいのですよ。堂島は言った。つまり彼らは私の所属する私の家族と今までその存在すら知らなかった隣村にあるという構成を同じくする5人家族。これをそっくり入れ替えたのだ。それもただ入れ替えたのではない。
その人格ごと入れ替えたのである。バカな。そんなことができるわけがない。私は思わずそう言った。堂島は、できますよ、と、とても楽しそうに、嬉しそうに答えた。私たちはかつて村を一つ消したことがあります。それに比べれば家族を一つ入れ替えるなど造作もないことです。聞けば、それが堂島の言うところの術であるらしい。彼と彼の支配下にある者たちは、記憶や認識を欲しいままにすることができるそうだ。記憶、そして認識。それは、すなわち人格である。20歳の若者がいたとするなら、20年分の記憶が彼または彼女の中に蓄積されている。その蓄積されたものこそが彼または彼女の人格ということになろう。中身ということとなろう。その記憶を操作する。蓄積されたものを認識させず、代わりに違う記憶を認識させる。それだけのことで、器は同じままで人格の違う人間が出来上がる。外見は違うままに、中身の同じ人間が出来上がるというわけだ。堂島はそれを家族単位で行った。私の家族5人と見知らぬ家族5人を入れ替えた。そっくり入れ替えた。父を父と、妻を妻と、私を私と入れ替えたのだ。違和感を覚えて当然である。私が見た妻は確かに妻ではなかったし、父も母も息子も、父でも母でも息子でもなかったのだ。人格のみを同じくしたただの他人だったのだ。中身は同じでも外見は違ったのだ。どうしてそんなことをして何になる？楽しいじゃないですか。堂島はすがすがしいほどにはっきりとそう言い切った。それに実験ですよ。くしくもあなたが我に返ったおかげで実験結果はより強固に裏付けされました。ある人間の進化は外見にあるのか、それとも中身にあるのか。あなたのおかげで矛盾なくこの問いの答えが出たのです。外見と中身、器と人格。それらは本来対立する概念ではないはずだ。二つで一つの表裏一体のものであるはず。しかし、堂島はそんなことを匂わせもせず、出たという答えを口にした。人の進化はどうやら中身にあるようですね。なぜなら当たり前の話ですが、構成こそ同じでも、あなたの家族と隣村の家族とでは外見がまるで違うのですよ。似てもいないし、共通点さえ少ない。にもかかわらず、あなたは多少の違和感を覚える程度で彼らを家族だと認識した。おかしいのは自分の方だと、そう思おうとした。その通りだ。もしも堂島が現れなければ、私はその認識のままに自分を納得させて、感じた違和感をただの錯覚だと思い込んで、畑仕事に向かっていただろう。何も知らないままに。あなただけではありません。隣村からやってきたはずの彼らは、何の問題もなくこの村に溶け込んでいる。共同体意識の強いこの村にですよ。村人たちももちろん最初はあなたと同じように違和感を覚えたでしょう。しかし、そんな違和感は生活のうちに消えていった。どれほどに外見が違えど、中身が同じであるならば、それは同じ人物であると判断されるということですよ。そんなものなのだろうか。外見とはただの飾りなのだろうか。しかし、事実はそれを証明していた。私は入れ替わっていた妻と入れ替えられていた隣村の女を区別することができなかった。外見が違っても人格が同じというだけで、
思い出してみる。今日違和感を感じた妻、あの女を思い出してみる。するとどうだろう。確かにそれは見たこともない女ではないか。ただ、振る舞いが、佇まいや口調や仕草が、癖が、言動が、行動が妻と一致するというだけで。父もそうだ。母もそうだ。子供もそうだ。全員明らかに別人である。なのに本人と同じように見えた。見えてしまった。そう認識させられたのだ。いや、私もそうだったのか。気づいて私は思わずつぶやいた。曖昧になっていた記憶がはっきりしてきた。私はつい昨日まで隣村で別の男として別の村の別の家庭で一家の大黒柱としてあくせく働いていたのだった。そのことに何の疑問も抱かずに。しかしそこは別の家庭であっても、そこにいたのは私の家族だったのだ。人格は入れ替えられていても、記憶は他人のものを認識させられていても、妻は確かに妻であり、父は父であり、母は母で、子供は確かに子供だった。ただ、それが他人の人格であっただけで、私自身も他人の人格であっただけで、外見は私の家族そのものだったのだ。構成が同じだったのだ。だけど、記録があるはずだ。記憶は修正できても、記録は修正できないはずだ。堂島は、記録も所詮記憶の一部ですよ。過去に関する記述など、今の現実に合わせていくらでも修正されます。現実がそうである以上、記録の方が間違っていると、そう判断されるだけですよ。それは、その通りだろう。例えば、血液型。記録された血液型と、実際の血液型が異なっていれば、記録の方が間違っていると判断されるはずだ。現実がずれているとは思われないのである。そしてあなたは一体何がきっかけだったのか、昨日仕事を終えて、ふと我に返った。そして一晩かけて遠路はるばる隣村からこの村へと帰ってきて、自分の家にたどり着いたというわけです。外見は他人で、人格は家族である。家族の待つ自分の家にね。疲れているはずだ。足が棒のようでもある。足が棒のようでも当たり前である。記憶というか、私としての人格は、おそらく歩いているうちに戻ったのだろう。代わりに、今まで認識していた他人としての自分の記憶は、上塗りされていた記憶の方を忘却していったというわけだ。すべて思い出した。すべて認識した。いや、思い出させされ、新たに認識させられたと言うべきなのか、堂島という男に。知らなければよかったでしょう？堂島からのその問いに、私は自然にうなずいていた。知らぬ間に自分を奪われ、他人への成り代わりを強要されていた。それでいて、強要した張本人は、まるで悪びれる風もない。実験や余興だと言い切る。これから私はどうすればよいのでしょう。どう考えても、堂島に聞く筋ではなかったが、その時の私は、それを理解した上でも、彼にそう聞かざるを得なかった。別にどちらでも良いのではないですか？驚くほどにあっさりと堂島は返答した。どちらでも良いとは。このままこの村に留まって本人として暮らすもよし、それとも隣村に帰って他人として暮らすもよし、あなたにはどちらの選択も許されている。それはとても選択肢とは言えない。強いられている究極の二択だった。
あなたが我に返ってしまったことは、いわば私たちの失敗ですからね。まったく、不出来な教え子を持つと苦労します。私はね、言うなれば汁拭いをしに来たのですよ。もしあなたが本人であることを望むなら、このまま私は去りましょう。しかし、もしあなたが他人であることを望むなら、もう一度、今度は私が直々に、今度こそは二度と覆らないほどに厳重に、あなたの人格を上塗りして差し上げましょう。当たり前のようにそう言うからには、きっと当たり前のようにできるのだろう。ならば、入れ替えた家族を全員分元に戻すことはできないのですか？私はそう言った。困りましたね。術をかけるのは簡単でも、解くのは簡単ではありません。それなりに手間がかかります。だからこそ、あなたのように自然に我に返った人間が貴重なサンプルとなるのですよ。今となっては後の祭りも甚だしいが、堂島のこの言葉は偽りだったのだろう。彼なら入れ替わりを元に戻すことなど朝飯前だったはずだ。だから、この時の彼の本音はこうだったはずだ。そんなことをしたら、ちっとも楽しくないじゃありませんか。だから、私には二択しかないのだった。家族として他人と生きるか、他人として家族と生きるか。二択とも言えないような二択しかないのだった。けれど、それはどちらにしても同じようなもの。術とやらをかけ直されたとしたら、隣村で何の疑問も抱かず、他人としての家族を受け入れ、他人として生きることができるだろう。また、この村に留まり続けたとしても、家族としての他人を受け入れることができるだろう。外見は違っても、人格は同じなのだ。外見が違っても、中身が同じなら、それは同一人物なのだ。少なくともそれが堂島の出した実験結果である。ならば、堂島が現れていなければそうだったように、たとえ堂島から真相を聞かされた後であれ、一週間もすれば私の認識は慣れてしまい、自然と上乗りされてしまい、器が違えど人格が同じ彼らを家族として認識することになるはずだ。いや、他人として認識できなくなるはずだ。人間の進化が中身であるならば、どちらにしても同じことなのだ。ただ、私が失われるかどうかというだけの違いである。私が私でなくなるか、私が私であり続けるか、それだけの違いである。ならば。いえ、同じではありませんよ。堂島はつれなくそう言った。他人として隣村に帰るのならば、私が少しばかり骨を折れば良いだけの話ですが、あなたがこのままこの村に留まるというのでしたら、あなたはそのためにちょっとした手間をかけなければならないでしょう。それはどういう意味なのか。いたずらっぽいその笑みで何を企んでいるのか。私はすぐに察することができた。いつの間にかすでに日は暮れている。そんなに長く話していたつもりはなかったが、かなりの時間が経過していたらしい。そして村を一望できる丘の上で、私は畑仕事を終えて私の家に帰ろうとする私の姿を見た。僕はそこでその手紙を読む手を止めた。まだ文章は残されていたが、とても続きを読む気にはなれず、ぐしゃりと丸めて部屋の隅のゴミ箱へと投げ捨てた。外れてしまったが、拾いに行く気にもなれなかった。祖父が僕に残したかったメッセージは、懺悔の言葉はそこから先にあっただろう。しかしそれは読みたくもなかったし、読むまでもなかった。祖父が選んだ答えは明らかだった。祖父が僕の祖父である以上、祖父は
自分が自分であることを選んだのだ。記憶の上塗りを拒否して、たとえ家族が他人であろうとも、己が己であることを選んだのだ。祖父は一族の間で変わり者扱いされていた。しかし、実際は祖父が変わり者なのではなく、祖父の家族が変えられていただけだったのだ。変わっていたのは周囲の方だ。それは僕を含めての話で、僕の父である祖父の息子も祖父の息子と入れ替えられていたのだから、僕と祖父の間には血のつながりはないと言える。そう思えば、僕の父が村を出ようと、その後建てた一軒家にいくら招こうと、祖父があの村を出たがらなかった理由もよくわかる。あの村は祖父にとって僕が考える以上にとても大切な場所だったのだ。家族を捨ててまで選び取った場所だったのだ。そして祖父が己であるために支払った対価とは明らかである。なぜなら祖父の村にはその時祖父以外にも祖父の人格を与えられた男がいたのだ。もともとは隣の村にいた男、つながりのない他人、祖父の記憶を上乗りされた他人。しかし家族や他人からは祖父として認識されている男。その男が実在する限りにおいて、祖父は祖父として村にとどまることはできなかったのだ。一つの共同体に同じ人格があるということ、同じ人間が二人いるということだ。そして一つの共同体に同じ人間が二人いて良いわけがない。当然外見としては祖父の方こそ本来の祖父なのだが、しかしこの場合外見など何の意味もない。人間は中身なのだから。外見が違えど双子みたいなものだろう。いや、双子以上のものである。同一人物そのものだ。だから祖父は己が己であるためにもう一人の祖父を抹殺しなければならなかったのだ。50年以上も前の話だ。時効はとっくに成立している。僕には祖父の気持ちがわかる気がした。懺悔と言ってもきっと後悔はしていないはずだ。最後の最後に黙っていられず、文字通り往生際悪く、こんな手紙を僕に宛てて送ってきたものの、しかし祖父はおそらく言葉で言うほどに反省しているわけではないはずだ。言葉は所詮言葉だ。下もないがきっと上もない。だから僕は手紙の残りを読む気をなくしたのだ。ここから先の言葉はただの偽りでしかないだろうから。祖父の行為、それは自己証明であり、自己肯定であり、存在意義でもあっただろう。それこそ思春期の子供のような思想だが、その思想が大人になったからといって失われるわけではないだろう。記憶以上の財産はない。僕だってこれまでの記憶を失いたくはない。誇りを持てるような立派な人格を持っているわけではないけれど、それでもこの人格こそが僕自身であるはずだから。祖父から強く影響を受けて形成された僕の人格は僕にとって他の何にも代え難い宝物だ。血のつながりはなくとも祖父が祖父であるよう僕は僕であるべきなのだ。それは欲しいものではない、必要なものなのだ。だから自分自身という存在はきっと人を殺してもいいと思うくらい、自分自身を殺してもいいと思うくらい大事なものなのだ。が、しかしどうだろう。そんな風に思っているこの僕の気持ちも、僕の人格も、ひょっとしたら上塗りされ、仕組まれたものなのかもしれないという、そんな考え方もある。僕が僕であることなど、証の立てようがない。ただ、その可能性を祈るしかないのだ。僕は僕でなく他人なのかもしれない。自分はとっくに失われ、他人の人格を認識しているだけなのかもしれない。そうだったとしても何の不思議もない。そうでないことこそが不思議なのかもしれないが、たとえそうだったとしても、僕はそれを決して知りたくないだろう。